では、免疫の発展的な講義としてクローン選択説を説明します。生物基礎の教科書によっては、あるところには T 細胞、あるところにはヘルパー T 細胞、キラー T 細胞って書かれてる。これ何が違うんだって思ったことないかな。実は今日の話があれは省略して書かれてるから、あんな風なね、表記のされ方がされてるわけだ。まず T 細胞とか、あとは B 細胞っていうのは、大きな白血球っていうグループの中のリンパ球というグループの中の細胞だ。で T 細胞っていうのは提示された抗原を認識する。一方 B 細胞はね、抗原をそのまま認識するけど、 T 細胞っていうのは提示された抗原を認識する。例えば樹状細胞なんかが MHC の上に抗原を乗せて、それを T 細胞は認識する。このお手手で触って認識する。この T 細胞の持つお手手を TCR、T セルレセプター、T 細胞受容体というわけだ。で B 細胞もね、お手手を持ってて、お手手と言っていいか、B 細胞も受容体を持っていて BCR っていう受容体を持っている。 B セルレセプターね、 B 細胞の受容体って意味だね。で B 細胞は活性化されると抗体産生細胞に分化して、この BCR を分泌するようになる。なんか受容体を分泌するって面白いよね。この分泌された受容体を我々抗体と呼んでいるんだね。これが T 細胞と B 細胞の、簡単な説明です。ではここで資料集なんかは話が終わってるわけだ。だから少しみんなが混乱することが出てきてしまうわけだね。実はこの T 細胞 B 細胞ってね、あたかも一種類の細胞のように書かれてるけど、実は莫大な種類がいて、しかもステージがあるんだ。どういうことかっていうと、ちょっと見てみよう。まずは幹細胞っていう大元の細胞が増殖しながら分化していって、ものすごい種類のリンパ球が生じます。でこれよく見てほしいんだけど、少しずつ手の形が変わってます。このお手手の形が変わってます。なんとなくこれT 細胞をイメージして書いたけど、でも B 細胞でも同じような流れがあることが分かってます。だからものすごい種類の T 細胞がものすごい種類のリンパ球が生じます。で自分と反応してしまいかねないやつ、自己抗原をしっかり認識してしまうやつ。これ自己抗原っていうのは自分の体の成分です。自分の体の成分を認識してそれを攻撃しかねないようなやつはここで死んでしまいます。面白いね。ずらーっとものすごい種類作るんだけど、自分を攻撃してしまうようなやつはそこで死んでいくわけね。であとはちょっと難しいけど、何にも認識できませんね、 MHC 何それ、何にも認識できませんようなやつみたいなやつもここで死んでいきます。でこのね、ものすごい種類のリンパ球が生じる仕組みは遺伝子の再現性っていう仕組みが背景にあって、これもものすごく興味深いんだけど、別の動画にしてあるんで後で見といてください。で生き残ったやつら、もう自分を攻撃するようなやつは死んでるんで、自分を攻撃しないようなやつが生き残ります。でこいつら生き残ったといってもまだ抗原と出会ったことがない。抗原何それみたいな感じ。そんなようなウブなやつら、こいつらをナイーブ細胞って言います。ナイーブ細胞だから、ナイーブ T 細胞とかって言われます。T 細胞で言うんだったらナイーブ T 細胞とか言うわけで、単に生物基礎の教科書で単に T 細胞って書かれてたら大体ナイーブ T 細胞のことを言ってます。もちろん、そんな、規則性はないけど、大抵単に T 細胞って書かれてたら大抵はナイーブ細胞を指してます。ナイーブ T 細胞を指してます。でいつかはこのナイーブなやつらね、まだ経験がないですよって子たちもいつかは抗原と出会うわけだ。でもちろん出会わないやつもいるわけだ。抗原と出会ったやつはものすごい数を増やします。でね、こっちの方がねよく働きます。こっちってあんまりね抗原に対する応答する勢いが弱くて、よく働く細胞になります。それをね、効果を与えることができる、よく働くよって意味でエフェクター細胞って言います。大抵生物基礎の教科書でヘルパー T 細胞、キラー T 細胞とか言ってるのは、大抵エフェクターヘルパー T 細胞とかエフェクターキラー T 細胞のことです。でこいつらの一部が生き残って記憶細胞になって、なぜどのような仕組みで一部だけが生き残るのか、で一部だけがもう下手すりゃ何十年も体内で維持されるのかはまだよく分かってない。だけど一部が生き残って記憶細胞になって二次応答に働いていくわけ。これは教科書内容だね。こんな風に一口に T 細胞、一口に B 細胞といってもステージがあるし、ものすごい種類があるんだよね。こんな風なリンパ球それぞれに認識できる抗原があって、で自分を認識しないようなやつが生き残って、
でそいつらが抗原と出会うとものすごく増えてよく働くようになるっていう、この一連の説をクローン選択説って言います。ちょっと難しい話だったから、まあ、余裕のある子だけねちょっとね、後で復習してみましょう。ちょっと高校内容超え気味だけど免疫の発展的な講義としてクローン選択説を説明してみましたね。免疫のね勉強大変だけどね頑張ってください。